Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのはフルモデルチェンジしたトヨタの新型プリウスです。1997年に世界初の量産ハイブリッドカーとして登場したプリウスは、デビュー25周年という節目となる2022年にフルモデルチェンジが実施され、5代目となりました。初代から引き継がれてきた高い環境性能はそのままに、一目惚れするデザインと虜にさせる走りを備え、内外装だけでなく動力性能もスポーティーに進化した車になったといいますが、どんな乗り味の車なのか気になります。はい、それではポイントを見ていきましょう。一目惚れするデザインをコンセプトに、よりワクワクするエモーショナルな愛車のデザインを目指したという新型プリウス。第2世代の TNGA プラットフォームの採用、骨格結合構造のさらなる改良強化によって高いボディ剛性を追求したモデルとなっています。第5世代のハイブリッドシステムは 1.8 リッターと2リッターの2本立てで、 1.8 リッターハイブリッド車は法人向けとサブスクリプションのキント専用モデルとなります。また2リッターハイブリッド車はリッター 28.6 キロを達成しつつ、従来モデルに比べ 1.6 倍のシステム出力となる196馬力を発揮します。今後外部充電が可能なプラグインハイブリッドのモデルも追加される予定です。インテリアはアイランドアーキテクチャをコンセプトに、圧迫感のない広々とした空間と運転に集中しやすいコックピットを両立することにより、直感的な操作とドライビングを楽しめる空間を実現しています。新型トヨタプリウスの価格帯はご覧のようになっています。ハイブリッド車が多彩に展開されてきた今、5代目がどんな走りを目指したのか注目ですよね。そうですね。はい、ということでこの後は試乗に行きます。今回は2リッターハイブリッド車の上級グレード Z、 その前輪駆動モデルを高速道路と一般道で試しています。エモーショナルなデザインとスポーティーな走りを実現するため生まれ変わった新型プリウス。今回は2リッターハイブリッド車の前輪駆動モデルを岡崎五郎が検証します。Engine for the Life。 さあ今日は新型プリウスに試乗しています。この新型プリウス、実は、もう自動車業界であるとか車好きの間でちょっとねざわついてるモデルなんですよ。というのも、今までのプリウスっていうのはやはり燃費ベストを狙った車、エコカーだったんですね。ところが今回のプリウスはかっこよさですね、それから走りの良さというところに焦点を当ててきた。それが世の中の車好きたちの話題になっているわけです。このデザインなんですけれども、なんといってもこの A ピラーの傾きですね、これがすごいですね。もうこれスーパーカー並みですと同時に、やはり全体の形自体が今までのプリウスと相当違いますね。これ実は空力っていう点では、この形って今までのおにぎりのような三角おむすびのような形の方が空力的には有利なんですが、今回はデザインをある意味ちょっと優先した、今までのプリウスとちょっと違うよというように見えるわけです。インテリアはこれ特に高級な素材を使っているというわけではないんですが、なんかすごくすっきりしていて、あるいは未来的な感触というのはありますね。で欲を言うならば、もっとプレミアムな要素、ラグジュアリーな要素が入ってくるとプリウスの幅っていうのはもっと広がると思うんで、そのあたりはね今後に期待だと思います。パートレーンは2リッター
と 1.8 リッターがあります。で今日乗っているのが2リッターの Z です。でこの2リッターエンジンはやはりエンジン自体の余裕が大きいので、すごくこの走りに対する、アドバンテージ、余裕の大きさみたいなのが出ています。今ちょっと上り勾配なんですが、ここからこれだけ加速良ければもう全然十分ですね。プラスやはりいいなと思ったのは、エンジンぐーっと回っていっても変な振動とかビビリ音であるとかこう雑音みたいなものがないんですよ。このぐらいいい感じの回転フィールがあれば、おお気持ちいいねという感触になれますね。さあ一般道に降りてきました。今ざらついた路面走ってるんですが、ロードノイズはそれなりに聞こえてきます。この辺りはそうですね、プレミアムカーではないということもあって、無音に近いとか、すごい驚くほど静かだよっていう感じではありませんね。今前方で信号赤になってきたので、減速をしていきますが、このねブレーキがすごく良くなったんですよ。これブレーキがちゃんとしているっていうのは乗っていて安心感につながりますし、あとはやはり信号で停止するときにスッと止まれるんですね。これブレーキ相当大きく進化しています。ここからこうワインディングに入っていくんですが、やはりこういうところを走ってみると新型プリウスのキャラクターすごくよく分かります。もうとにかくステアリングに対する車の反応がほとんど遅れがないんですよ。で今コーナー入ってもいきますけれども、切った瞬間にもうちゃんとフロントが反応し始めてます。でこれはやはりこうボディ剛性とかいろんなところをこう詰めていった結果ではあるんですけれども、乗っていて本当にね、なんかこれ意のままに走れるねっていう気持ちよさつながってますね。いやなんかこのぐらいこう気持ちよく走ってくれると、プリウスイコールエコカーっていう今までのその常識みたいなのが本当に僕の中でこうガラガラと音を立てて崩れ始めているというか、そんな感触すらあります。もう燃費がいいのはもう当たり前。そんな中でじゃあ新型プリウスが何をドライバーに提供するのかっていうことを考えた時に、やはりこうスタイリッシュさであったり走りの気持ちよさであったり、車本来持っているべきものをついにねこのプリウスが取り戻したというふうに感じました。はい、それでは安全性の評価に行きましょう。新型プリウスこのようになりました。よくできましたですね。そして燃費なんですが、今回は試乗会での撮影だったので満タン砲では測れていません。ただ車載系の燃費計でリッターあたり 20.7 キロとなりました。ともちゃんどうでした？はい、2リッターは力強さとか余裕といった意味で魅力的だったんですが、1.8 リッター、あちらはなんかこう軽快な感じがして、しなやかで素直な乗り味、これ実は個人的にそっちがすごいいいなって思ってたんですよね。そうだね、ちょっとうるさいんだけど、でもタイヤもちょっと優しげな感じのね感触があって、あれはあれでいいですね。そうですね。はい、それではここでプリウスのユーティリティチェック、今回僕がチェックをしてきました。はい、まずは運転席への乗り込みです。これだけ A ピラーが傾いているんでさぞかし乗りづらいんじゃないかということで実際に試してみますが、はい、今ドアを開けて乗り込みますが、首の角度にご注目。結構ねやっぱりねそれなりに首をかしげないと乗り込むことは難しいですね。はい、続いては後席への乗り込みです。これねここにドアハンドルがあるんですが、はい、クーペ的なデザインを優先したということであそこについてますね。で乗り込み、これはねそれなりに車高低めではあるんですけれども、スッとね僕は乗り込めました。はい、後席のスペースですが1、2、3個入りました。結構広いですね。一方で頭上はというと拳1個ですね。はい、ここにはドリンクホルダー2人分ついています。そして下の方を見るとこちらに AC100V 1500W のコンセントが用意されていました。
はい、それではラゲッジスペースです。ここにね、昔あったプリウスの代名詞だった、ウィンドウ、窓はなくなっていますね。そして、はい、電動で開くとその中なんですけれども、これね結構ね開口部が広いのと深さもあるんですね。リチウムイオンバッテリーを使っているということで、結構荷室なんかも広々と確保されています。でここにも AC100V 1500W のコンセントがついています。さあ6対4の分割可動式シートを倒すとこのような感じ、相当広い室内空間が現れますね。プリウスとして電動テールゲート採用されてますし、あとはスマートに使える機能性が魅力的ですね。そうですね。で後ろに窓がなくなったことで一文字のテールランプできたじゃない、はい、一方でやっぱりちょっとね後ろのからの視界も遮られることもあるんで、できればオプションのデジタルインナーミラー、はい、ルームミラーをつけるといいと思います。はい、この後はメカの開発担当者の方にお話を伺ってます。それでは新型プリウスの開発責任者大谷さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いいたします。大谷さん5代目のプリウスということで、もう僕最初にこの車の形見た時にびっくりしたんですけど、随分変わりましたね。そうですね、もうデザイン本当に一新したモデルにしてきました。今ってハイブリッドがカローラにもついてるよ、ノアボクシーにもついてるよっていう意味じゃ、ハイブリッドだけっていうことではやっぱりプリウスらしさっていうのをアピールできないっていうのがやっぱりその背景にあったんでしょうか。おっしゃる通りで、プリウスが担ってきたハイブリッドを普及する、そういったところはいろんな車に乗ってきているので、完遂したというふうに考えてまして、それにプラスアルファと考えてきました。豊田章男当時の社長が、いやプリウスはタクシー専用車にすればいいんじゃないかってポロッとおっしゃったみたいなエピソードを聞いたんですけれども、それを聞いた時どんなふうに思われました？一つの提案として、確かにそういう考え方もあるかなとは思いましたけれども、我々開発側としてはですね、メンバーと話して、そうではない、その愛車にしていくってことを選択していこうということで、こういった方向で開発を進めてまいりました。今回はいやこのエピラの傾きとかデザイン見ただけで、もうこれは今までと随分違うなと思ったんですけれども、そこら辺で今市場に投入して反応っていうのはどうですか？ワールドプレミアで初めて皆様にお披露目したんですけども、その後本当デザインに対しては非常に好評なコメントいただきまして、我々もありがたい限りです。一方で例えばこれだけAピラー傾けると、ちょっと乗降性がねみたいな話っていうのは当然出てくると思うんですけれども、この辺りはやはりあれですか、ハイブリッドでもカローラもありますよみたいなことで割り切れたってことなんですか？おっしゃっていただいた通りで、我々 C セグメントの車でいうと、中央にしっかりカローラという車がいるので、それがいるからこそ我々こういった車が作れたというふうに思ってます。そういう意味では新型プリウスはスペシャリティ方向に行ったという解釈なんですかね？大きい方向はその方向だと思っています。でそうなるとやはり走りへのこだわりっていうのは当然必要になってくると思うんですけれども、今回走りで目指した像みたいなところっていうのはどんなところですか？コンセプトでですね、我々虜にさせる走りというのを歌いながら開発を進めてきたんですけども、長く乗っていただく中でも安心して楽しく運転できる、一つ一つのその動きがですねスムーズである、そんな車作りを目指してきました。ハイブリッドカーとして燃費をベスト追求してきた、今回は燃費はベストじゃなくてもいいよっていう割り切りというか、新しい考え方が入ってきたっていうことを聞いたんですけれども、これはなかなか勇気のいる決断だったんじゃないですか？おっしゃっていただいた通り、プリウスってずっと燃費を追い求めてきた車で、それでお客様に商品として提供させていただいたので、そこを一旦どうするかっていうのを悩みましたけど、そこを変えないとこういったデザインにも至らなかったと思うので、結果としてはその判断は間違ってなかったのかなとは思ってます。そんな中で最近はバッテリー V が相当注目を集めていますが、今回ハイブリッド、プラグインハイブリッドということで、バッテリー V に比べてなんかねちょっとやっぱりコモディティ化したものじゃないのっていうことを言う人もいます。でも最近の例えばバッテリー資源の逼迫なんかを見てみると、バッテリーが小さいことにこそハイブリッドとかの価値はあるんじゃないかなと思うんですが、バッテリー作るのに
非常にやっぱりコストもかかる、希少資源も使うということを考えたときに、1台でバッテリー部作る中でいうと多くのハイブリッドを生産することができます。そうすると CO2 の削減とかの効果も十分得られると思いますので、そういう意味でいうとハイブリッドの有効性というのはまだあるんではないかなと思っています。1台だけが素晴らしいものっていうよりも、やっぱりこう世の中に広めてこそエコっていう考え方ですかね。そうですね。我々環境技術はその普及してこそというふうに思ってますので、そういった意味でハイブリッドというのはまだまだ皆さんにご提供できるような価値が十分あるというふうに思ってます。でもこれやっぱり実際に乗ってみると一番違った、変わったっていうのは分かりますね。本当に車乗った時にその動力性能も含めてですね、非常に変わったことを実感いただけるというふうに思います。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではここで新型プリウスの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸。これはですね、もう革命的という表現がふさわしいデザインと走りの大幅進化ですね。もうデザインについてはご覧の通りですね。今までのプリウスってやっぱりちょっとね、スポーティーという言葉が全く使えないようなものだったんですけれども、今回は本当にね、もうこんなにスーパーカー並みのフロントのね、傾きなんかも含めて、あとリアフェンダー周りのふくよかな造形なんかも含めてすごくスポーティーになったし、そういう先入観で乗ると裏切られないスポーティーな走りというのもあるということで、今までのプリウスとは全く違う世界観を味わわせてくれる車に仕上がっています。で、×これはですね、1.8 リッターが法人向け、それから金と専用で普通には買えないんですね。ただ 1.8 もあれはあれで価格も安いし、いい部分もたくさんあるので、できればね、選択肢として、もう購入できるような方向にしていってくれたらなと、そんな風に思います。はい、私は丸なポイント、これはフォードはクーペ的なスタイリング、デザインや乗り味を語れる車になったことです。プリウスと同じ C セグメントのモデルであるカローラには、今やセダンやワゴン、ハッチバック、 SUV まで存在していますし、それぞれにハイブリッドもありますよね。そうしたことでプリウスはスペシャリティ的な存在となり、デザインや走りを手にできるモデルになった。単なる環境車としてだけでなく、愛車としてこだわって選べる要素が散りばめられたことで、より幅広いお客様を取り込めるハイブリッドカーになったなと思いました。そしてバッテン、これはハンドルのスイッチ類がちょっと直感的じゃないかなと。今やハンドルの上には、アダプティブクルーズコントロールのスイッチであるとか、あとはメーター内の表示なんかを切り替える部分があると思うんですけど、ちょっとこの辺がですね、自分のたどり着きたいところに直感的に行きにくいので、もう少し分かりやすさが出てくるといいかなと思いました。いっぱいボタン並んでるしね慣れるまでちょっと時間かかるかもしれないですね。はい、難しいところですね。はい、ということで2人の評価はこのようになりました。 Engine for the Life. さあ、今回は新型プリウスご紹介しましたが、改めてともちゃんどうでした？はい、パワーユニットとか駆動方式が豊富に用意されているので、選択肢が多いっていうのと、あと4駆も乗ったんですけど、リアモーターが従来より出力上げてきているので、結構幅広い車速域でアシストしてくれましたよね。そうだね、あれはもう雪国に住んでいる人たちがなんていうの、もうスタックしないための生活4駆ではなくて、積極的に走りを楽しめる人にも向けた4駆になったって感じがしますよね。はい、あとは今回プロトタイプのちょい乗り、サーキット内だけだけどプラグインハイブリッド乗ったじゃない。番組で後ほどっていうかね、ゆくゆくは紹介することになるんですけれども、あれちょっとびっくりだったね。そうですね、今までにないパワフルな感じもありましたし、アクセルを踏み込んでいった時の速さ、はい、今までバッテリー V はすっごいテスラみたいに速いのあるけれども、ハイブリッドはちょっと穏やかだよねっていうイメージあったじゃない。それをちょっと覆すようなインパクトがプラグインハイブリッドにありましたよね。あとはプラグインハイブリッドとしての機能性もいいですよね。ですね。そういう意味ではエコカーの代表格だったプリウスなんだけれども、今回新型になって、そういう意味ではいろんな方向に触手を伸ばし始めた、なんかそんな感じしますよね。そうですね、特にやっぱりデザインに対して皆さんの反応が結構多くて、注目されている様子が伺いましたね。確かに確かに。でもうデザインと引き換えにちょっと乗降性とかっていう意味では割り切った部分はあるんだけれども、ただ僕実際乗ってみても広々感っていうのあったし、乗降性も思ったほど悪くないんで、この形が好きな人であればもうね、プリウスを選ぶ価値っていうのはね、大いにあるんじゃないかなと思いましたね。この車を通じて走る楽しさを感じてもらえたら嬉しいですね。それではまた来週。
旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life